統一教、かつては日本でも政治家と深く関わり、見えない絶対権力を持っていた団体です。ところが今、そのトップであるハン・ハクチャ総裁が、まさに緊急逮捕の危機なんです。なぜでしょうか？初代総裁の死亡、安倍氏への銃撃事件、韓国官僚への裏金、そして前大統領にまで理由が至ります。今回の問題は、日本の政治、韓国の政治、そして私たちの暮らし方まで揺さぶる大事件なんです。僕は日本と韓国の両方のメディアを見ている人として両方の視点から整理します。最後まで見ればなぜあの絶対神が逮捕危機に追い込まれたのか理解できます。まず一つ目、初代総裁の死が起こした内部分裂です。統一教会が大きく揺らぎ始めたのは2012年の9月3日です。創始者であり、メシアとまで呼ばれたムン・ソンミョン総裁が亡くなった日です。58年間、彼の存在が教団そのものだったので、死は巨大な空白を生みました。後を継いだのは妻のハン・ハクチャ総裁、当時の内部権力を中心とした集団でした。しかし内部では母に権力を集中させて良いのかという不満が渦巻きました。当時外部で関連企業と財団を運営していた三団のムン・ヒョンジンと昔に前総裁から後継者と指名された7団のムン・ヒョンジンから大きな反発がありました。7団のムン・ヒョンジンは米国で独自の教団を名乗り、母に真向こうから反撃してきました。7団のムン・ヒョンジンが銃を持ち込み、AR-15 ライフルを抱えた合同結婚式を開いた映像は日本でも大きく報道されました。2018年、まさにアメリカのフロリダで銃乱射事件があった直後だったため、国際社会から狂気の儀式と非番を浴び、教団は信用を失いました。さらに3団のムン・ヒョンジンは統一教会の莫大な資産をめぐって母と14年間にわたる訴訟を繰り広げました。アメリカ・ワシントン DC での裁判では巨大不動産ヨイドパークワンビルまで巻き込んだ争いに発展しました。今年2025年7月、ついにハン・ハクチャ総裁側の敗北が確定し、長年の係争は幕を閉じました。その代償は家族の完全崩壊でした。二つ目は、故安倍氏事件が日本統一教を破滅させました。統一教会にとって2度目の大きな没落は2022年7月、奈良市の加藤演説で安倍晋三元首相が銃撃され、命を落とした事件です。あの日、日本全体が凍りつきましたよね。僕もテレビで速報を見て体が震えました。ところが、その動機が統一教会への恨みだったと知った瞬間、日本社会の視線は一気に統一教会、教団への向いたのです。犯人、山上徹也は母親が統一教に莫大な献金をし、家庭が崩壊したと証言しました。つまり、彼の怒りの矢先は政治と教団を結びつけた安倍元首相だったと彼は主張しています。日本人なら誰でもまさか宗教問題が首相暗殺につながるなんてと衝撃を受けたはずです。日本政府も動きました。文部科学省は2023年10月、東京地裁に統一教会の解散命令を請求。そして2025年3月、ついに裁判所がこれを認めました。韓国の統一教会に日本が解散命令を出したというニュースは大きな衝撃を与えました。なぜなら、統一教会の財源の大半は実は日本人信者からの献金に頼っていたからです。数千億円以上はなるんじゃないでしょうか。日本の支援が止まれば韓国の教団も干からびるしかないです。つまり安倍元首相の銃撃事件は統一教全体の資金パイプを根本から切るようになった出来事だったのです。日本での基盤喪失という経済的死刑宣告でした。で、3番目の話が韓国の政治に食い込む統一教です。日本での基盤を失った統一教会が次に狙ったのは母国韓国の政治でした。教団は生き残りをかけ政治中学に食い込もうとしたのです。象徴的なのが2022年1月ソウルヨイドの高級中華レストラン。ここで統一教会ナンバー2だったユン・ヨンホ前世界本部長が当時大統領選を戦っていた与党国民の力のクォン・ソンドン議員に現金
約1000万円を手渡したと検察は主張します。ユン前本部長は検察にハン・ハクチャ総裁の指示だったと証言。しかもその場には世界日報の副会長や赤十字社の会長まで同席していたとされています。教団ぐるみの政治ロビーだった可能性が高かったです。さらに2022年2月と3月、議員が教団の本拠地カピョンを訪れた際にも5億ウォンが入ったとされる紙袋を受け取ったと検察は主張します。捜査は拡大し、ユン前本部長は政治資金法違反や業務上横領などで逮捕・収監されました。特にショックだったのは、統一教会がクォン・ソンドン議員を通じてユン前大統領本人への直通ルートを突こうとしていたと指摘されたこと。もはや宗教団体ではなく、政治に力を入れようとする影の権力だったと受け止められたのです。韓国社会には古くから宗教と政治の癒着という不信感があります。統一教会のケースでそれが明らかになったとされています。そして中心人物、ハン・ハクチャ総裁の名前が捜査記録に繰り返し登場することで、彼女は被疑者として扱われる段階に入ったのです。そして4番目。前大統領の夫人にまで上り詰める統一教でした。統一教会の影はついに韓国政権のファーストレイディまで及びまして、2022年3月、ユン前大統領が第20代大統領に就任した直後、教団はハン・ハクチャ総裁の指示のもと、キム・ゴニ氏への接近を図ったのです。手口は巧妙でした。宗教人脈ゴンジンポプサを介し、総額6万円超えの高級ダイヤモンドネックレスやシャネルのバッグなどを贈呈したと検察は主張します。教団はこれに対し、ユン・ヨンホ前本部長の個人的な一打と主張しています。検察は贈り物は単なるプレゼントではなく、政策取引の入り口だったと主張します。例えば、カンボジアへの政府開発援助。本来なら、現地調査を経て予算が割り当てられるのに、2023年度にはいきなり130億円は計上されました。さらに、統一教会が関心を寄せていた DMZ 平和公園構想や高級官僚の行事招待も政府の議題に上がったと検察は主張します。憲法第20条には宗教と政治の分離が明記されています。それを真正面から踏み破る行為と検察は主張します。韓国国民にとって統一教会が政策を動かしたかもしれないという疑惑は、家計を壊す高級献金以上に国家の根本を揺さぶるスキャンダルと受け取られています。検察はハン・ハクチャ総裁からユン・ヨンホ副会長に、クォン・ソンドン議員とコンジン・ボプサで前大統領の夫人に、そして前大統領に展開したと主張しています。こうしてハン・ハクチャ総裁は国家権力を利用した競争として逮捕を免れない立場に追い込まれたのです。一番重要な話をします。この事件はまだ取り調べが進んでいる最中で判決も確定していません。だから誰が悪いと断言するのは早すぎます。少なくとも言えるのは、政治と兄弟宗教が絡んでいる事件であり、その波及効果は韓国だけでなく日本にも及ぶということです。統一教会は安倍晋三元首相の死をきっかけに日本社会を大きく揺るがしました。そして今、韓国でも前大統領夫人や国家議員を巻き込む疑惑の中心にいるという疑惑を生んでいます。しかも統一教会には今も莫大な資金力があります。政治家だけではなく官僚、裁判関係者、企業、そしてマスコミにまで影響を及ぼすことができる。だからこそこの先の展開は予測不能であり、韓国も日本も同時に揺さぶられる可能性があります。今後の動向を注目してください。今日の話は以上です。もしよろしければチャンネル登録をお願いします。以上、パクンでした。